ありがとうございました。ああ、今日も届けられた私の奏でる至高の音楽を。この観客の笑顔と鳴り止まない拍手が満足の証拠。私の演奏を聴きに来てくれた人たちをこれからも決して落胆させないように、作曲家たちの心を再現する奏者、その評価に恥じぬ活動をしていかなければ。それにしてもなんて素晴らしい光景なのだろう。ここにいる誰もが私の音に惜しみない拍手を送ってくれている。会場全体が私の音を愛してくれている。幸せだ。ここが私の生きる場所なのだ。ありがとうございます。ありがとうございます。楽屋へ戻っても。それでは失礼させていただきます。まだ私が近くにいるのにそんなことを言うなんて。この演奏会は音楽のためではなく金のために用意されたものなのか。主催者のあの言葉を聞いて以来、どうしても演奏中に余計なことを考えてしまう。私の音に雑音が混じってしまう。この演奏会を主催したのは私の音を愛してくれたからではないのか。この観客たちは私の音など聞いてはいないのか。手が震えて。収まれ、収まれ、頼む。ああ、ダメだ。これ以上はもう。申し訳ありません。私はこれ以上演奏できない。幼い頃からバイオリニストになるために歩んできた。バイオリンが私のすべて、音楽が私の唯一の友。ひたすらに音楽と向き合ってきた。それなのに演奏をしない、金にならない神楽玲には興味がないのだろう。私を評価していた人々は一斉に姿を消した。所詮は金目当てだったんだ。私の音など初めから聞いていなかった。みんなが聞いていたのは金の音だったんだ。違う。私は金のために演奏していたんじゃない。音楽を愛する人のために演奏していたんだ。だがバイオリンを弾けなくなった今の私は一体何
何者だと言うんだ。レイさん、今日もバイオリンを弾かないんですか？今の私には美しい音が奏でられませんから。演奏会ではないのですから、気楽に弾きましょうね。そうだわ、レイさん、久しぶりに一緒に演奏をしましょうか。すみません、姉様。ごめんなさい。そうね、無理強いはよくありませんね。でもレイさん、楽器に触れていないと楽器と心に距離ができてしまうわ。そんなこと言われなくても。すみません、冷静さを失ってしまいました。姉様の言っていることはよくわかります。でももう少しだけ考えさせてください。レイさん、お父様もお母様も心配しています。ここにいるのが辛いなら別荘でゆっくり過ごすのはどうかしら。どこにいたって同じです。私は以前のようには奏でられない。バイオリンを奏でれば奏でるほど鐘の音が大きくなりそうで怖いのです。本当に苦しい思いをしているのですね。だからこそ誰もいない場所で思うがままに演奏をするのはどうでしょう。誰もいない場所で。そう、利益も何も関係ない場所で音を奏でればその呪縛から抜け出せるかもしれないわ。確かに誰にも聞かれない場所なら。行っておいでなさい、別荘へ。ああ、でも一人じゃ寂しいでしょうし、アルトも一緒にね。いい音だね。素敵なメロディーを奏でてる。雨音が変わった。音楽に浸っていたくて、傘は音を邪魔するから。そう、今日しか聴くことのできない音楽だよ。そうかもしれないね。また友人に怒られるかな。それじゃあお言葉に甘えるよ。
それにしても変わった人だね。見ず知らずの僕に声をかけて家まで送ってくれるなんて。どうしてそう思ったんだい？ああ、さっき歌ってた雨のメロディーが聞こえていたんだね。そういう君は最高プロダクション。君がプロデューサー？アイドル。僕が？僕がアイドル。想像がつかないな。ああ、もうここで大丈夫だよ。家はすぐそこだから。返事は考えるまでもないか。僕が表舞台に立つなんて、そんなこと無理に決まっているから。K、そんなところで何をしてるんだ？おや、出かけるのかい？そうじゃない。お前が家にいないからまた傘もささずに外に出てるんじゃないかと思って。まったく探しに来て正解だったな。びしょ濡れじゃないか。今日の雨音はいつもより弾んでるね。分かったからとりあえず家へ入ってくれ。そのままだと風邪をひくから。さっきも同じことを言われたよ。僕をアイドルにってスカウトしてきた人がいて。アイドル？お前がか？